ゆずソフト。びっくりした。はい。こんばんは。一富士二鷹、三なすび、いつかはなりたい一なすび、VTuber のテレコナスです。よろしくお願いします。ちょっと待ってな。今、裏ですごいゲーム音がやばいことになってる。OK。はい。今日からですね、一富士二鷹ゆずソフト。はい。せつかさん、待機ありがとうございます。今日もあれだな。今日流れるコメントなしにしとこっか。ゆずソフト聞こえちゃった？はい。というわけで、皆様改めまして、こんなすでございます。今日からですね、ゆずソフトさん、いや、噛んじゃった。甘噛みしちゃった。ゆずソフトさんの1000連番歌、実況プレイ始めていこうと思います。このゲーム8年前に発売されたゲームでして、それから Steam に移植、そこから Switch に移植と、移植を移植を何度か繰り返しておりまして、まあ、かなりとっても人気なゲームだそうなので、ノベルゲーム自体はいつ以来かな、白長スト以来だから本当にデビューしてすぐ、約10ヶ月ぶりのノベルゲームとなっております。まあ、40時間ぐらいの想定プレイ時間だそうなので、のんびりやっていこうかなと思ってますので、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。そうそう、甘噛みしちゃったよ。では、今現在、サムネイル画像が画面表示されていると思いますが、こちら今からゲーム画面に切り替わります。ごめん、まだ切り替わらない。これを、先に BGM 切り替えます。で、これがこう、ごめん、ちょっと待ってな。いける、いけんだよ。どこ行った、これだはい、ゲーム画面に切り替わったかと思います。でもって、どっけかな。大丈夫ね。はい、皆さんゲーム画面見えておりますでしょうか？あとは BGM とのバランスですが、BGM ちょっと弱い、もしかして。多分、もうちょっと大きい方がいいのかなとは思うんですが、全ルート行く想定ではあります。そのつもり。よし。では、始めていきます。BGM 大丈夫そう？ OK。あまり大きい小さいあったら教えてください。これ、女の子たち、喋るゲーム、慣れてないのが丸分かりとな。フルボイスではあるのかなのゲームなので、そっちの会話が聞き取れないとまたちょっと、大変かなと思います。ので、ちょっと待ってな。今、テレコナスもちょっと小さくなります。これくらいかな？ OK。では、始めさせていただきます。よろしくお願いします。で、初めから選択していきます。本当ね、まだどういうゲームなのか、概要もね、見たことないぐらいなので、何か矢印、これ何使える？コンフィグ。なるほど。はい、チャプター1の1、始めていきます。お客さん。これはマサオミでいいのかな、主人公。お客さん。お客さんってば。運転手。はい、何ですか？よかった。って言うからなんか結構柄の悪い主人公なのかと思った。飛び起きた俺は前に座っている運転手に返事をする。ごめん。ちょっと待った。大事なこと忘れてたわ。ごめんね。ちょい止めちゃって。コメントが反映されてないね。今からすぐやります。これをこうして、これで反映されるかな。OK、反映されたね。飛び起きた俺は前に座っている運転手に返事をする。
そろそろ着きますけど、どこで止めますか？すごい。ボイスがどれくらい流れるか下で表示されるんだ。そうでしたね。電車を降りて駅前でタクシーを捕まえたものの、いつの間にかうたた寝していたらしい。脂質糖質さん、こんばんは、初見です。お邪魔します。よろしくお願いします。そのお名前からすると、ミクシーから来てくれた人かな。ありがとうございます。佐藤寺洗練と聞いて、いらっしゃい佐藤寺、こんなつです。洗練版がやっぱみんな結構やったことあるゲームなんかな。有名？品嘘まで行ってほしいんですけど。すみません。私はここいらに詳しくないんですよ。ですからね、奥まで行くのは勘弁してもらえませんか？なんか禁じられた場所みたいなとこなの？サービスの悪い運転手だ。それが顔に出ていたのか、運転手が愛想笑いを浮かべながら言葉を続ける。本当にすみませんね。気使わしてる。わかりました。じゃあここでいいです。ありがとうございます。タクシーが止まり、俺は生産を済ませてタクシーを降りる。わざわざ犬付きの土地に祭りを見に来るなんて、不心得者が増えたもんだよ。まったく。結構有名な、あんま行っちゃいけないような場所なのかな。洗練は10年代以降のギャルゲを語るなら抑えておきたい名作。そんな名作なんだ。降りる間際に聞こえてきたつぶやき。無視してそのまま外に出た。そう、ギャルゲーというか、美少女系のゲーム、ノベルゲームでくくると結構やってるんですけど、ゴリゴリの美少女ゲームってすごい久しぶりで、まだ距離があるけど、まあいいか、久しぶりだし歩こう。息を吐き、両手に腰を当てて大きく背をのけぞらせる。久しぶりに来たんだ。ずっと座っていたせいか、腰のあたりでポキポキと骨が鳴った。疲れたー。家を出て電車を乗り継ぎ約2時間。そしてタクシーを使って約30分。青々とした木々ばかりの面白みのない風景の峠道を抜け、ようやくたどり着いた羽織の町。羽織の町でいいんだよね。ちょっと字が潰れて読めねえや。羽織多分羽織。いやでも字はほうか。羽織かな。相変わらず不便だな、ここは。電車も走っておらず、公共機関といえば路線バスが1時間に1本。バスだと1時間弱になってしまう上に、早朝や日が暮れる頃になると走っていない。ど田舎やね。他にここを訪れるためには、自分たちで車を用意しなければならない。徒歩で移動できる範囲は大自然ばかりという山間にある田舎のはずだが、その悪条件の割にはなかなかにぎわいがある町だ。理由の一つはこの町並み。小京都とも呼ばれる整備された町並みはいい意味で和の雰囲気を色濃く残している。面白みのない山の風景からは想像できない綺麗な町並みとなっている。そして何より法理の町は温泉が知られている。その主な理由は効能だ。どんな病気でも治るし、入浴すれば肌もツルツル。信じられないほど様々な効能がある万能薬とまで言われることがある。なので、療養、湯治に来る人が昔から結構いる温泉地だ。近年では口コミやネットで噂が広まり、外国人観光客も増えたらしく、今も日本語以外の会話がたくさん聞こえる。もうほんと普通に観光地なんだね。行くか。観光に来たわけじゃないんだから立ち尽くしていても仕方ない。あら、第一村人発見。はい。人違いならごめんなさい。美女が良いぞ。顔がいいね。麻婆？あら、知り合い？あら、これはなんて読むか。足の花、アシカでいいのかな。アシカね。やっぱり麻婆だ。よかった。人違いじゃなくて。やあやあ。幼なじみ的なかな。どうだろう。明るい笑顔を浮かべながら手を振っているこの人は、マニワ、ちょっと待って、字が小さい。
マニはロカちゃんね。ゆずソフトの顔がいい女スチ。いや、顔がいいね。なんて言えばいいのかな。いわゆる萌えゲーっていうの。この手の、タイプの、なんて言うんだろう、顔というか、イラストのゲーム自体がすごい久々。めっちゃ新鮮だわ。ロカネ、オッケー。マニはロカさん、ロカネでいいね。確か俺より2、3歳年上だった気がする。あせびさんこんなすですで遅れてしまった。いや、大丈夫。本当に今始まったとこだからね。じゃあ改めまして、皆さん、よかったらですね、まだ高評価押せてない方、高評価を押しておいていただけると嬉しいです。あと、初めていらっしゃった方はよければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、続けていきます。俺が子供の頃、母さんに連れられて放りに来て帰ってきた時、よく一緒に遊んでもらっていた。元気してた？元気麻婆の方こそどうしてたの？あれ何年ぶりだっけ？しっかりイラスト動くのいいな。ここに来たのは多分4年ぶりじゃないかな。俺も問題ないよ、健康そのもの。そっか、もうそんなになるのか。ずいぶん大きくなったね、麻婆なんだ。やんぼう麻婆や。まさか麻婆を見上げなきゃいけない日が来ようとは。私に無断でこんなに背を伸ばすなんて生意気な。いいね、幼馴染って感じの話してるね。会話してるね。去年ぐらいかな、ぐいぐい背が伸びたんだよ。膝が痛くなるぐらいに。成長痛。そっか。天気予報卒業できるもんね。大きくもなるか。4年ね。ロカ姉ちゃんもちゃんと成長。縮むのも成長っていうのか。縮む？おやまあ、本当に小生意気に育っちゃってかな。ビシ。俺の頭をペシッと叩くロカ姉。頭を叩くのも結構ギリギリか。じゃあかなりでかいね。体もがっしりしてきたし、本当に男らしくなったもんだね。おかげさまで。一人？そう、今回は俺だけ。しかも宿の手伝いのためにね。今回は、でも帰省だから家族と帰ってきたのっていう意味かな。マサオミ、あんたおじいちゃんのところに行ってきなさい。やっぱ母だね、母。いきなりなんだよ。おじいちゃんが経営してる旅館。春や夏、正月なんかは繁忙期なのは知ってるでしょ。温泉街、観光地だからね。しなつ荘だっけ？しなつ、覚えられるかな。また宿の手伝いに来てほしいんだって。それはそうやね。いってらっしゃい。お土産は気にしなくていいから。息子が鳥頭で母さん悲しいわ。鳥頭ひどい言われようだね。なんで俺なんだ。そういう時はいつも母さんが手伝いに行ってたじゃないか。今年はダメなの。お父さんと旅行する予定をもう入れちゃったの。仲良し夫婦。ヨーロッパに1週間ちょっと。ヨーロッパ行くのすごいな。それにあんた、もう何年もおじいちゃんに会ってないでしょ。挨拶も兼ねて行ってきなさい。子供ほったらかしにしてヨーロッパ旅行ってすごいな。いいな。行けばバイト代も出るわよ。それいいね。もちろん交通費も渡す。バイト代出るのいいじゃん。手伝いに行かないなら旅行中のあんたの食費とかは自腹でよろしく。ひどすぎる。それは汚いだろう。汚くない大人がいると思ってんの？すげえ。怖え母だな。それ真顔で言う？親だからこそ子供に真実を教えてるんでしょ。それが世の中ってもんよ。夫婦仲が良いのは大切。いやそうなんだけど厳しいなここは。いいから行きなさい。もう何年挨拶してないと思ってんの？挨拶しに行くのも大事は大事。それはわかる。お世話になってたんだから、一度ぐらいは手伝いをしてきなさい。いやそれはそうなんよな。俺みたいな素人が手伝いに行っても迷惑かけるだけだろう。あんたみたいな素人をお客の前に出すわけないでしょうが。それはそう。草刈り、お風呂掃除、ゴミ捨て、皿洗い、
裏方の仕事もたんまりあるわよ。まあ、雑用やんね。春休みもずっと家にこもってゴロゴロしてるだけでしょうが。いいから行ってきなさい。はーい。女の子を落とすまでの期間短い。いや、多分長いんじゃないかな。みたいな感じでさ、子供にそういう脅しを使うのは卑怯だと思わない？ちょっとね。いや、まあ実際そう。でも全然顔を見せに来なかったマーボーも悪い。よってドロー。ドローなんだ。まあ確かにご無沙汰だったとは思うけどさ。このままシナツ荘に行くの？どうなん？そのつもり。私も一緒に行こっかな。お、いいねいいね。久しぶりだからもうちょっと話そうよ。普通に仲良しやね。平気平気。そあ、なんれじゃあか飛ばしちゃったバックログ画面だよ。バックログ画面だよ。あ、俺はもちろん構わないよ。けどロカネーは時間大丈夫なのね。オッケーオッケー。想定プレイ時間が40時間って話だから、1人、多分ね、攻略対象4人だと思うんで、1人頭10時間ぐらいかな。なんだかマーボー、さっきから私をじっと見てる気がする。いや、まあ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 。そんなに見つめられるとお姉さん照れちゃうよ。いきなりそういうムーブ、いきなりそういうムーブかましちゃうの、主人公。それとも顔に何かついてるかな。あ、選択肢の予感ですね。やっぱしな。なんだろう、正直に言うって何を正直に言わされんの？もう一回正直に言うしようか。あ、そういう正直だね。正直見惚れてた。おっと、まんざらでもないね。ありがとう。いや、ちょっと困ってる？ロカネーは冗談に思ってるかもしれないけど、嘘じゃない。美人になったと思う。子供の頃は女を感じるようなことはなかったけど、この年になるとちょっとドキドキする。女を感じるようなことはなかった。女をとか言うんじゃない。選択肢の意図する発言が難しい。そうなんだよね。まあまあまあ、今の選択肢はどうなんだろうな。脂質さん、お姉さんいいですね。ドキドキした。いいよね、いいよね、このお姉さん。ロカネいいよね。で、本当のところは何か気になることがある？あ、信じてもらえなかったんだ。大したことじゃないんだけど、そういや、そういう服を着てたなぁと思ってただけ。あ、そういえば、世界観的にはあれだね。なんていうのかな。パッケージは和服の子ばっかりだったから、そういう世界観なのかなと思ってたけど、他は洋服とかで観光地だから、なんか和服なの珍しいね。どこか変？そりゃ他の人たちみたいなフリフリした服じゃないとは思うけど。ロカネの表情は本当に不思議そうで、その服に疑問を抱いている様子はない。これはロカネの変わった趣味とかではなく、法理で生まれ育った人間なら全員だ。いわゆる民族衣装の一種みたいなもの。へえ、そうなん。民族衣装的な、なかなか設定出してきたね。とはいえ、日常的に着ている土地は少ないだろうけど、外の世界を忘れさせてくれる特別感があって、この服も人気の要因の一つらしい。よく似合ってるよ。本当に他意はないから。ならいいけど、やっぱり外を知らないといろいろ不安なこともあるんだよね。法理から出ないんだ。ロカネーってもう学生じゃなかったよね。外で就職しようとか思わなかったの？このご時世、就職先がなかなかなくてね。せちがれ。じゃあ今何してんの？私の家がお店やってたこと覚えてる？お店？喫茶店だっけ？甘味どころ。へえ。まあ似たようなものだけどね。今は実家の手伝いというか経営に携わってるの。すごい社長？それっておじさんやおばさんに何か？ああ、違う。健康そのもの。あ、よかったよかった。裏方としてバリバリ働いてる。あ、でも裏方としてなんだ。ただ最近は外国からのお客さんも増えてね。昔のままじゃ問題もあるんだよ。はい、まあまあ英語喋れないととかそういうこと？で、よくわからないことも増えて、お
前に任せるって押し付けられちゃったわけ。そりゃひでえや。へえ、でもそれならこんなところで俺と一緒にのんびりしてていいの？身分を隠して街を歩いてお客さんの本音を聞く。これもお仕事。身分を隠したお姫様やないか。スケルスマーケティングってやつだよ。ステマステマステルスだよ。まあ俺も話し相手がいてくれる方が楽しいからいいけど。ところでさ、ロカネ、春休みにしても観光客が多くない？道には人が溢れていて大きな荷物もあるので自分のペースで歩くことはできそうにない。昔からこんなもんだった？もう少し少なかった気がするんだけど。俺がここを訪れていた頃よりも観光客が多い気がする。さっきのタクシーの運転手のように付近で育った人間はあまり寄りつかないはずだけど、それなんで寄りつかないんだろうね。全体的にお客さんが増えてるのは事実だよ。ネットで気軽にいろんな噂が広まるからね。まあしっかりインターネットは通ってるんだね。時代背景的にはかなり最近というかもうほぼほぼ現代やね。穴場の温泉地として外国のサイトに載って口コミが広まってるんだね。ガチな観光地やね。あとは知る人ぞ知るって感じでもないんだ。それが目的の人たちが多いんじゃないかな。春祭り。ああ、春祭り。そっか、春祭りか。俺初めてかも。住んでたんじゃないの？あれそうだっけ？こっちに来るのは繁忙期を微妙にずらしてたから。春祭りってそんな人気なの？そこそこ。割合的には欧米のお客さんが増えるね。欧米か。春祭りってね、男の人が甲冑を身につけて馬にまたがって街中を練り歩くから。すごい。めっちゃすごいガチのお祭りやね。確か戦国時代の戦が祭りの始まりなんだっけ？5本遡ること数百年前、野望を抱く者たちが乱立する戦乱の世にとある怪しげな女がおりました。怪しげな女。なんか突然ロカネ劇場が始まった。その女はなんと権力者にするより寵愛を得て男を狂わせ乱を起こす妖怪だったのです。なんだっけ、賜物前だっけ。ファム・ファタールやね。妖怪にそそのかされてしまったのがホーリの隣国の大名。野望のためにホーリの土地に攻め込んでくるではありませんか。ほう。妖術を使う相手に大苦戦。妖術。落城寸前で諦めにも似た思いで祈祷を行うと、あら不思議。あら不思議。なんと妖怪に対抗する刀村雨丸を授かったのです。村雨丸。その刀で妖怪を退治すると隣国の兵たちは敗走。こうしてホーリの土地に平和が訪れましたとさ。この辺ちゃんとした設定っぽいな。ちゃんちゃん。その勝利を祝ったのが春祭りのもと、戦に勝利して戻ってきた兵たちを模して甲冑武者の練り歩きが行われてるの。なるほど、それが春祭りなんだ。最後に神社で巫女姫様が舞を奉納するんだよ。巫女姫。ああ、そうそう。ちなみに妖怪との戦いの余波で大地が割れて、温泉が湧き出したとも言われてるね。ほー、すごい。そんながっつり戦というかもうそれ妖怪大戦争では。さすがにそれは盛りすぎじゃない？メンキチさんお邪魔します。こんばんは。いらっしゃい。こんなすでございます。まあね。今まだ始めたて。確かにこの話を信じてる人なんていないだろうね。このロカネーに昔あったおとぎ話みたいなことを聞いたところかな。でもこういう分かりやすい話って重要だったりするんだよ。お、まさふみさん。こんなすでございます。ゆずソフトの香りがします。こんなす。ゆずソフトの香りなんてあんの？そうそう、今まだこのロカネーと出会って、今から、旅館かな？何荘だっけ？なんちゃら荘に行くところです。神秘の国オリエンタル日本。オリエンタル日本。妖怪村雨って聞くと南、里見八犬伝なんだっけ里見八犬伝思い浮かべる。里見八犬伝見たことないんだよね。そういうもの？世の中人気のある観光地なんてたくさんあるからね。まあそれはそう。
どれだけしょっぱい武器だとしてもないよりマシでしょ。それもそうそりゃそうだけど、地元の人がしょっぱいって言っちゃダメでしょ。重要なのはその引っかかりをどう生かすか。アイディアでカバー。それもそう。でもこうやって喋ってるとなんか社長的な考えなんだなとは思うよね。性能の違いが戦力の決定的差ではないって昔の偉人も言ってた。誰だっけ？シャアだったっけ？ランバラルだったっけどっちだっけ？確かシャア・アズナブルだな。それは二次元の偉人だね。とにかくね、外から人を呼び込むことが重要ってことだよ。やっぱりここら辺の人間は寄りつかない？俺の質問にロカネーは苦笑いを浮かべて首を振った。寄りつかないどころか、目的地を言うとタクシーで嫌な対応をされるって不満も上がるくらい。ふうさん、未来の偉人じゃない。いや、まあそれはそうなんやけど。路線バスの本数も全然増えないしね。ねえ、観光地だから繁忙期以外はあんまり人いないんだろうね。確かシャアだった気がします。こんばんは。いやー、こんなすです。よろしくお願いします。ごめんなさい。X でとてもよくお見かけしてるんだけど、名前、コンパク、なんだっけ、読み方がわからん。ブソンさんでいいのかな。いろいろと申請はしてるんだけど、相変わらずの対応ばっかりだよ。わざわざ犬付きの土地に祭りを見に来るなんて不心得者が増えたもんだよ。まったく。これな、ここの運転手が言ってたのが不心得者って何のことなんだろうね。たけるさんか、ごめんなさい。よろしくお願いします。まだ始めたて、ロカネーと一緒に旅館に向かっているところです。あの言葉が蘇る。偏見が残っている法輪の土地は周りから敬遠されていたりする。なるほど。迷信深かった昔なんてさらにひどく、つまはじきにされていたらしい。それは主にロカネーがさっき説明した妖怪の伝承が理由だ。そうなん？妖怪の恨みが残っている。下手に近づけば災いに巻き込まれて命を落とすぞなんて先祖代々言い伝えられているわけだ。そんな伝承で？今でこそそれを逆手にとって宣伝に利用しているわけだが、あの犬付きは犬付きという意味、ここいらに対する嫌悪の言葉。どうしてこんなに不便なままなのか。まるで時代から取り残されたような土地なのか。すべては周りから力を借りるどころか、ろくな交流もできず、自主独立で生きるしかなかったからだろう。効能のおかげで昔から当時客が絶えないとはいえ、当時のお客は顔を隠して温泉に来ていたとか。でもがっつりつまはじきにされとるな。犬付きのお湯に浸かったことがバレると都合の悪いこともあったらしい。へえ。そういう印象も徐々に薄れてはいるのだが、ここいらで生まれ育った地元民は別の話だ。まあまあ、久々に会ったんだからそんな寂しい話はなしで。結構がっつりな話だね。せっかくだから麻婆も練り歩きを見てく？どうなんだろう、見ていくかな。いや、まずはじいちゃんに挨拶しておく。それに今日から仕事を始める可能性だってあるんだから。確かにそれは、まあでも今日からじゃないの。まず顔を見せておくべきだ。そうしてロカネーと雑談しながら歩くこと約15分。懐かしいな。ここも全然変わってない。結構人気なんだよ、源十郎さんのお宿。接客も丁寧でご飯も美味しくて、少ししっかりしたとこだね。建物も古風な感じで外国人のお客さんにも大人気。いや、これは人気出るわ。すごいいいな、こういうもんのところ。じいちゃんに挨拶か。普通にしてるだけでも威圧感がある人で、子供の頃はかなり怖かった。その印象のせいか苦手だったりするんだよな。こんにちは。はい、ただいま参ります。
おかみさん？お待たせいたしました。ご予約のお客様でしょうか？顔見知りではないんだ。すいません、客じゃないんです。クラマー源十郎はいますか？失礼ですがまあ急に言われるとそうなるよね。祖父に挨拶をしておきたいんですが。大旦那さんのお孫さんですか。話は聞いております。遠いところご足労いただき誠にありがとうございます。お話通ってるみたいでよかったわ。大旦那さんは今竹見神社のはずですよ。お、神社にいんの？もういいんですから。あ、そっか。源十郎さん、春祭りの実行委員になってたんだ。いやー、祭りの実行委員大変だよ。予定通りでしたら練り歩きがそろそろ神社に到着している頃ですね。実行委員ってことは結構権力を持ってるような感じなのかな、やっぱ。それじゃあ神社から離れることはできないかな。ちっちゃい祭りだったらね、おじさんたちがお酒飲んでるだけだったりするんだけどね。そうですか。今すぐ俺が手伝うことは何かありますか？お気遣いありがとうございます。そんな、今、先輩に当たるよね。お気遣いありがとうございますなんて。今のところは大丈夫ですから、ぜひ今日は春祭りを楽しんでください。まあ、そうか、お偉いさんの孫だもんな。ありがとうございます。お荷物預かりましょうか。じゃあ、お言葉に甘えてよろしくお願いします。ロカね、じいちゃんって今も変わらず元気？そりゃもうほう、風邪もひかない。いいね。背筋もシャンとしてて足腰バッチリ。素晴らしい。市内の素振りも毎日欠かしてないみたいだよ。すごいな。がっつりハイパーおじいちゃんやね。そっか、元気か。いや、元気なのはいいことなんだけどさ。麻婆は元気に剣道してる？麻婆、自分剣道してた。もうやめたよ。市内も2年近く握ってない。あれま、どうして？言われて始めたことだから。じいちゃんが健康のためにやれってじいちゃんから言われてやったんだ。でもなんか続ける理由を失って勉強やら何やらで市内を握らなくなってそのまま。なんか自然消滅する男女みたいだね。まあ、そうとも言えなくもない。まあでも大体の趣味ってそんな感じじゃない？自然消滅。まさしくそれ。そんなわけでじいちゃんと顔を合わせづらくて。さすがに取って食われたりはしないよ。本当にござるか？めっちゃ怒られそうなんだけど。過度に怖がる必要がないのは分かってる。優しさも持ってる人だということも知っている。でも子供の頃に埋め込まれた恐怖心がな。中途半端にしよってからにって怒られるかもしれない。まあちょっと怒られるかもしれないっていう気持ちで会うのやっぱ怖いよね。境内は人であふれ返っていた。肘と肘をぶつけ合わせながら神楽殿に視線を向ける人たち。合ってるよね。神楽殿だよね。中にはカメラやスマホを掲げている人もいる。お、ちょうど今巫女姫様が舞を奉納してるみたいだね。巫女姫様攻略キャラの一人かな。じいちゃんは裏かな。麻婆、そんな興味なさげにしてないでちょっとぐらい舞を見てみない？ああ、まあ神楽殿で合ってると思う。まあ多分そうだよね。巫女姫様の舞は結構すごいんだよ。そんなに？観光のお客さんにも評判でね、お祭りの見どころの一つになってるの。まあでもそうか、舞系はやっぱあるなら祭りの見どころだよね。ほらここからでも麻婆の背丈なら見えるでしょ。ロカネーは見えないんじゃないの？言われて俺もみんなが見つめる先に視線をやる。するとおはいこの子か。パッケージの一番真ん中の子だね。メン吉さんがこの子気になると言ってたんだっけ。目を奪われた。待っている巫女さんは俺と同じぐらいの年だろう。綺麗な姿勢と優雅な手の振り。ふわりと広がる髪。翻る袖。それらすべてに美しさを感じてしまう。おわーメン吉
見惚れているのは俺だけではないのか、周りから音がどんどん引いていくようだ。観客の声も玉砂利を踏む音さえも。舞台の鈴の音が妙に響き渡るみたいで、徐々にエコーがかかったかのような錯覚に陥る。それほど彼女の舞は美しく、ひとときたりとも目が離せない。まるで舞に支配されているようだ。本当に不思議な力を宿しているみたい。お、マイルくん、こんばんは。いらっしゃい。こんなすでございます。今ね、おじいちゃんの旅館に行ったんだけど、おじいちゃんがお祭りの実行委員やってるっていうんで、お祭りに来たところですね。で、巫女姫様の舞を見ようっていうんで、ここまで来ました。これは確かに見る価値があるかも。優雅に舞うその姿は、まるで天女のようにも見え。お？なんか生えた。なんだ？天女の頭に耳が？あれ？さっきは確かに獣のような耳が生えたような気がしたんだけど、今は見えない。巫女様これあれか。さっき言ってた犬なんちゃらか。犬なのか？目をゴシゴシこすって改めて確認する。が、やはり耳なんて生えていない。麻婆？いや、なんでもない。俺の見間違い。疲れてるのかな？そうだよな。乗り継ぎも含めると電車に2時間近く乗ってたんだ。だから多分疲れてるんだろう。他の観光客は誰も反応もしていない。やっぱ俺の見間違いだよな。まさかの獣耳っ子。いや、確かに。まさか急に獣るとは思わなかったな。人間の頭にあんな耳が生えるわけない。どうだった？巫女姫様の舞は。すごい綺麗だったと思う。最初から見てなかったことをちょっと後悔したよ。巫女姫様の舞は春祭りだけじゃなくて祭祀でも披露されるから、機会はいくらでもめっあるよ。ちゃ踊るんやね。大変や、巫女姫様。さてと、それじゃあ源十郎さんのところに行く？そうだった。挨拶しに来たんだった。まだここにいると思うんだけど。ん？レンタロウ、小春ちゃん。レンタロウ小春ちゃん。なんだロカネ。これがレンタロウくん？どうしたのお姉ちゃん。小春ちゃん、この二人兄弟かな？メン吉さん、すごく綺麗だったと思う。最初から見てなかったことを後悔したよ。メン吉さんを最初から見てたでしょ。ロカネの声を聞いた二人がこちらを振り返る。サタオジサタオジが限界化してる。サタオジってあれ、お前正臣か？やっぱ正臣で合ってるよね。本当だ、お兄ちゃん。すげえ、耳をスポーンと抜けていくロリボイス。俺を見て驚いているのは鞍馬蓮太郎、その妹の鞍馬小春。二人もじいちゃんの孫、つまり俺のいとこだ。ああ、いとこなんだ。嫁入りして外に出た母さんの兄が二人の父親、俺の叔父にあたる人だ。破壊力があるね。あ、サタオジの推しか。なるほど。あれ、攻略対象なの？まずくないですか？いや、まあええやろ。ちなみに叔父は長男だが宿を継がずに他で働いているらしい。久しぶりだな。噛むな。なんか口の周りが悪いな。久しぶりだな、二人とも。本当に久しぶりだな。珍しいじゃないか。最近は全然顔を見てなかったのに。どうした？いや、じいちゃんに会いたくなくてさ。じいちゃんの宿が人手不足でその手伝いに。お兄ちゃんが？てっきりいつもみたいにおばさんが来るんだと思ってた。ふんぞいさん、18歳以上に決まってるじゃないですか。やだな。いやー、確かに販売ページにも登場人物は全員18歳以上って書いてあった。
サブヒロインなどで小春ちゃんルートはないのだ。なぜないのだ。ああ。コミパでもそういう子いたよね。いくみちゃんだっけ。あ、ししつさんも小春ちゃん。みんな小春ちゃん好き。やべえやつらの集まりだったのか、うちの配信。随分とこっちに来てなかったから、顔ぐらい見せてこいって無理やりな。本当に久しぶりだもんね。全然帰ってこないんだもん。いや、確かにこの声にはすごい破壊力を感じる。小春ちゃんルートないんだ。作るか。いや、危ない。せめて全年齢対象にしといてね、作るときは。すっごく背が伸びてるから最初誰かわからなかった。小春だって昔と比べたらちゃんと成長したじゃないか。本当？そう言ってもらえると嬉しいな。なるほど。エムラギさん、こんなすでございます。小春ちゃんルートありますよ。あるのいいのかわいいサブキャラ、残酷。佐藤おじ、洗練は語りたいことが多すぎるのだけど、うかつにネタバレしないためにも自制している節がある。いや、頼むわ。なんか、いい感じに喋ってくれれば。完全初見だからね。お世辞に決まってるだろ。その胸のどこに成長があるんだよ。レンタロウ君言うね。こういうゲームに出てくる学校が基本学校じゃなく学園である理由が詰め込まれてる。そうか、なんちゃら学園ってそういうことなんだ。あるもん。去年と比べて 0.2 ミリも育ってるもん。0.2 ミリは誤差なんよ。食事1回分なんよ。私、ゆずソフト1000人ニコニコして見てます。1000人。ゆずソフト1000人が。みんなゆずソフト好きなんだね。この兄弟いいよね。仲悪そうに見えてかなりいいような関係だと思う、これは。レンにうるさい。ちょっと黙っててよ。いや、やっぱり仲悪いか。レンタロウは毎日顔を合わせてるから気づかないだけだろ。お兄ちゃん優しい。なんていい人。あさびさん、完全初見仲間ですっきり。いや、ゆっくり見ていこう。ゆっくり見よう。こんなバカにじゃなく、お兄ちゃんが本当のお兄ちゃんだったらどれだけ良かったか。おっと、これはあれか、正臣くんがお兄ちゃんになるルートかい。こんな小憎たらしい妹じゃなく、キュートでプリチーな妹だったらどれだけ良かったことか。いや、なんか美男美女だからいいと思うんだけど、ゆずソフト絵が好きだけど買えなかったから夢だったんだよな。見れて本当に嬉しい。あ、本当よかった。僕もね、ゆずソフトは名前だけは知ってたんだけど、なかなか手が出なくってね。正臣くんがいい主人公なので洗練はいいぞ。あ、いい主人公なんで、今のところまだ個性的なものが出てないから。あー、かわいいね。ブースブース。おう、言うね。はい、やめ。兄弟のじゃれ合いはそこらへんで。こうやっぱ主人公のキャラクターに入り込めないとこういうゲームって難しいよねって思うからさ。そういうところは変わらないな、お前ら。ほんと仲がいいままだ。それよりも源十郎さんはどこにいるのかな。じいちゃんなら今は中にいるよ。中にいんだ。ほら、例のイベントが行われてるから。イベント。ほう。ロカネ好き。ロカネかわいいね。今のところまあほとんどまだキャラ出てないけど、今のところロカネ一番かわいいなって思う。あれね。例のイベントって？伝説の勇者イベント。はなんだそりゃ。この竹見神社の御神刀だよ。話ぐらいは聞いたことあるんじゃない？いや、ないね。詳しく。御神刀、あれか。話は知ってるけど、実物は見たことないんだよな。竹見神社だっけ。竹見神社にはちょっと特別な刀が奉納されている。他ではお目にかかることはできなくて、それを利用したイベントが今行われているらしい。伝説の勇者イベントってそういうこと？中に入れるのは抽選で選ばれた人だけじゃなかったっけ？そりゃ無関係な観光客はな。まあ。イベントとは関係なく
じいちゃんに挨拶するだけなら大丈夫だ。ああ、まあそりゃそうやね。じゃあ行ってみるか。まず目に入ったのは列をなす観光客の人たち。ほう。30人ほどで形成された列は半数以上が男性だけど、女性が7、8人ほど混じってる。そして何よりも外国の人が多い。中国人とかかな、やっぱり。でも欧米が多いって言ってたか。列をなす観光客の先には一振りの刀。本当に突き刺さってるんだ。本当に突き刺さってるすごい。室内だというのに大きな岩が鎮座しており、その中心には日本刀が突き刺さっている。岩から突き出たような刀身は美しく、見る者を引き込むような銀色の光を放っていた。このアーサー王物語を再現したような刀こそ、この神社の御神刀。そして行われているイベントは、この刀を引き抜ける者はいるかというものだ。神社に来るの初めてだったか？初めてなのかな。正月に参ったことはあったと思うけど、それくらいだな。中にまで入ったのは初めてだ。あの御神刀こそ伝承にある妖怪を退治した刀、村雨丸なんだ。はいはいはい、村雨があれなんだ。村雨丸なんだ。実際抜けないもんなの？抜けない抜けない。どれだけ力を入れても1ミリたりとも動かないんだよ。へえ、なんかそういうの一回やってみたいな。俺もやったことあるけど無理だったな。押しても引いても全く動かない。へえ。なんか腹が立ったから横方向に力を入れてみたんだけど、折れる。それでもビクともしやしない。無茶すんなよ。折れたらどうすんだ。その程度で折れるぐらいなら今までのチャレンジですでに折れてるって絶対。いや、まあそれはそう。そりゃそうかもしれないが、これは結構前から行われており、最初は制限なく挑戦することができたらしい。ちなみにこれ抜けたらなんかあんの？だが観光客も増え対応しきれなくなったので、今は事前抽選で挑戦者を決めているそうだ。これが外国人の観光客、特に欧米圏の人たちから大人気。無邪気な笑顔を浮かべたごつい男たちをはじめとして顔を赤くするぐらい力を込めていく。うるせえ。うんがふっく。うるさい。しかし誰も抜けない。二の腕が俺の太ももぐらいありそうなマッチョがチャレンジしても微動だにしない。疑う気持ちもあの必死のマッチョマンたちがイカサマしてると思うか？なんか断末魔に聞こえる。クエー言うてんの。私たちでもイカサマなんて話は聞いたことないよ。それにバカにしたら親に叱られちゃうしね。でもがっつり本当に抜けないし折れないんだ。すごいな。それにおじいちゃん、そういうインチキとか嫌いだと思うな。確かに聞いた話だとなんかそういうインチキ嫌いそうな感じだよね。女の子の挑戦声を聞きたいです。僕も聞きたいな。小春ちゃんにやってもらおうか。ふんぞりさん、掛け声の和唱を予習してくる欧米マッチョマン、偉い。いや、確かに、ふんぬー言ってたもんな。英語表記じゃなかった。そりゃそうだ。町のために真実を黙っているとしても、直接イベントに協力することはないだろう。とすると、このイベントは本当に。まあ、いっか。どっちにしろ俺には関係のない話だ。それよりも、何？おじいちゃん探してんのか。いた。厳格そうなおじいさん。じいちゃんはいつもの厳しい視線でチャレンジイベントを眺めている。俺はそんなじいちゃんにゆっくりと近づいた。お久しぶりです。正臣です。やっぱり威圧感があるな。宿の手伝いに来ました。迷惑をかけると思いますが、しばらくの間よろしくお願いします。
わざわざすまんな。こちらこそよろしく頼む。手伝いは明日からで構わん。今日はゆっくり休め。おじいちゃん結構優しいじゃん。はい。それで元気にしていたか？思ってたより全然いい人じゃない？体調は崩してはいないか？はい、大丈夫です。剣道はやめたらしいな。あー、怒られる。それは、はい。壮健に暮らしているのならいい。もともとは健康のためにさせていたことだ。あらー、おじいちゃん。ともかくよろしく頼む。何かあったら遠慮なく言え。無理だけはせんようにな。いや、聞いてた話と違う。おじいちゃん超いい人。ありがとうございます。ふう、ひとまず挨拶はできた。もう古希も迎えているはずなのに、その気迫に衰えが見えないとは。恐ろしい。古希っていくつだ？ 70？ 話は変わるんだけど、あれって本当に岩に刺さってるの？お前は伝承を知らないか？伝承、さっきロカネーから教えてもらったやつかな？それは知ってるけど、刀だよね。神から託された特別な刀だからな。お言うね。神から託された。お前が疑う気持ちがわからんでもないが、ペテンではない。なら本当に抜くこともできるの？そんな気配は全然ないけど。単純な力では抜くことはできん。どんな力が必要なんですか？じゃあ、コツ？聖剣真珠説。聖剣伝説2、3やったことないんだよな。2を思い出すな。コツではないが、資格がない。資格？その資格はどこで取れるんですか？どういう意味なんだろう。そういえば、正臣は参加したことはあったか？冗談はさておき、資格ってどんな資格が、本当にどんな資格なんだろうね。見るのも初めてだけど。そうか。こう血がうんぬんかんぬんと言ってたらおじいちゃんには抜けそうだもんね。ではいい機会だ。正臣も一度やってみるといい。ユーキャンで聖剣を抜く資格をユーキャンで取る。すげえ殺到しそうだな。そもそも聖剣を探すところからだな。俺が事前に応募とかしてないのに。問題ない。わしが話をつけた。いいんだ。少し待っていろ。俺が了承する前に、じいちゃんは神之助らしき人物のもとに向かい、何かを話している。本当に俺にもチャレンジさせるんだろうか。なんだ？どうかしたのか？いや、なんか聖剣抜けって言われてんだけど、いきなりあれにチャレンジしてみろってさ。どういうつもりなんだろう。抜けなかったら怒られたりするのか？さすがにそれはないよ。もっと気を楽にしていいんじゃない？これで抜けずに怒られたら理不尽にも程がある。私やレンにもおじいちゃんに言われたから、深い意味はないと思うよ。でも2人ともやったことはあるんだ。そういやそうだったな。俺も気構えなくていいと思うぞ。俺や小春が失敗した時も何も言われなかったから。基本失敗するもんなんだろうね。おじいちゃんを怖がりすぎだってば、お兄ちゃん。そういう節はあるよね。たまにしか会わないと昔の印象が全然更新されなくて。まあ気持ちはわかるけどな。散々怒られたもんな。伝説の剣の形の表札が確かありましたね。あった。何年前だっけ？もう5、6年前ぐらいに確か一瞬評判になったよね。バカなことばっかりしてるからでしょ。私はそんなに怒られた覚えはないもん。まあ男の子はかなりやんちゃだもんね。子供の頃だけじゃなく今でもですか？無夫婦ですか？どうせ今日だって祭りに来てやっぱりそういうタイプ？とかしてたんでしょ。妹と仲が悪くなるやつだね。図星だ。それで結果はどうだった？いや、意地悪な顔してんな。いい結果やったらここに来てません。全部空振り。
何打数？なんだす。 13打おー、結構いったな。お、新竜さんこんなすでございます。今ね、主人公が実家の旅館にお手伝いに来て、おじいちゃんを探しにお祭りに来て、で、伝説の聖剣を抜こうっていう話になってるところです。どういうことだよ。打数多いな。しかも全部空振りって、いや、13打数ならそんなもんでしょ。それがレンニーの実力ってことだよね。いや、かわいそうなこと言うたらんといて、13打数って言ったらまあまあよ。なめんな、俺をなめんな。打率は悪くともホームランだって結構あるんだぞ。ああ、そうなん、ホームランもあんの？ヒットじゃなくてすごいじゃん。33の4。なんでや、阪神関係ないやろ。レンタロウがナンパね。昔はもっと芋臭かったくせに。その頃の反動かもな。ああ、なるほど、反動ね。まあ、髪の毛もこの茶色に染めちゃってね。源十郎さんに何度も怒られてるのにおー懲りないよね。そういうところはおじいちゃんちゃんと怒るんだ。じいちゃんが厳しすぎるんだよ。今時これぐらい普通だろいや、それもそうなんよな。出会いは求めていかないと。変わり映えしない顔ばっかなんだから。うんうんうん。ふんぞりさん、1日13回ナンパして振られるのが日常なの。変な方向に心が強い。13回なら少ないぐらいじゃない？いいこと言うね。いや、ほんとそう。今までの口ぶりからすると結構女遊びをしていたんだろうか。なんだろう、この敗北感。しかし、レンタロウがナンパ。昔は俺と一緒に真面目に剣道とかしてたのに。本当に時間の流れを感じる。お、みくみみんせみさん、こんなすでございます。いらっしゃい。浅海。今、主人公の実家の旅館に、手伝い、バイトに来て、おじいちゃんに挨拶に行ったら、聖剣を抜けって言われてるところまで来ました。聖剣、今から聖剣抜くとこやね。あ、はい。いいぞ、こっちに来い。いつの間にか並んでいた人たちのチャレンジは終わっていた。部屋の中には俺たちとじいちゃん、それに神主らしき男性だけ。行動力があるのは、いやほんとね、まず人間行動よ。みんなも警察に VTuber になろうぜ。その全員が俺に視線を向けている。そんなに見られると緊張するんですけど、とっとと終わらせよう。それが一番手っ取り早く、この注目から逃れる方法だ。何か作法とかあるの？そうだな。特にしきたりはないが、まあ挨拶ぐらいはしておけ。挨拶。岩に突き刺さった刀の前に立ち、軽くお辞儀。そして両手を伸ばして、塚をしっかりと握りしめたその瞬間。お、抜けちゃう？おっと！ビリッと電流のようなものが指先から全身を駆け巡った。静電気？日本刀で触れた部分も塚なのに。どうかしたか？ビリッときたね。あ、いや、なんでもない。改めてその刀に向き直る。もうちょっと真面目に読んでたのがバカらしいな。でもいいな。SD キャラが動くのいいね。SD キャラが出るのいいね。それじゃあまあ、ちゃっちゃとやってしまおう。手が滑らないように塚をしっかり握りしめた。思ったより硬い。パーツ分けモデリング外注せな。いや、ほんとね、そこら辺ネックだよね。そこが行動力ですよ。ピシュー、ブーン。何の効果音？ま、多少は力を入れて真面目にしておかないと、じいちゃんに怒られるかもしれないしな。ふん！えこっちか。マジで折れちゃったんだけど。
いや、ペキンと言っちゃった。折れた折れた。でもさ、レンタロウくんだっけ、いとこのあの子が折ろう、横に力かけても折れなかったんでしょ？コメントが阿ビ共感だ。抜くんじゃなくて折るんだ。いや、ほんと。大丈夫？ほんと間近状態。はて、先ほどまでの硬さはどこへやら。予想外なほどあっけなく、その刀が岩から離れた。ただし、切っ先が岩に突き刺さったままで。なんやその表現は。弁償や。弁償。刀、こんな伝説の刀を弁償させられんの？あ、偽物にすり替えられてる説ね。なるほどね。は？折れた？一応元の位置に戻してみるけど、元に戻ることはまあないよな。笑える。何これ。ウケる。ほら、レンタロウ見てみろよ。ほら、持ってみろって。お前、俺に押し付けようとすんな。こっち来んな。俺は関係ない。いやいや、言ったじゃないか。片子でビクともしないって言ったじゃないか。確かに言ったけど、だからっておるか？普通おるか？わざとじゃないよ。折るつもりなんてなかったというか、そもそも力を込めたわけじゃないんだ。言い分はどうあれ、現実がその手の中にある。諦めろ。やばいことしちゃった。ドッキリだろ、これドッキリだろ。俺をはめやがったな。知らん。俺は何も知らん。観光収入源がなくなっちゃったね。頼むからドッキリだって言ってくれよ。だから知らねえって。俺を巻き込もうとするんじゃねえ。まあそれはそうなんだよな。刀身が綺麗にぽっきりと折れて短くなった刀。それでもしっかりとした重みもあって、これが現実。夢や幻じゃない。そろそろ晩飯の時間かな。見捨てられてる。あロカネーまで。そろそろ戻らないとお仕事しなくちゃね。折れることを見越してのいとこの発言どうなんだろうね。実際折れたはずないんだけどね、あの言いぶりからすると。いや、刀生えてるからまだ観光収入源になるかも。この刺さってる部分を掴んで引き抜けってやつ、指切れるわ。小春ちゃんまで。私も宿題が。みんな待って、置いてかないで、一人にしないで。読み方アシカじゃないの？アシカ？バックログ画面でありますよ。アシカ。これはね、ロカです。ロカ姉ちゃん。おじいちゃん怒ってる？逃げたかな。なくなってる。あれ、根元から抜いちゃったの？俺、これからどうなるんだ？右往左往する俺にじいちゃんはここで待つように告げてどこかに引っ込んでしまった。ロカネたちはすでに帰って、というかじいちゃんに帰るように言われて、今この場には俺一人きり。折れたら抜けるもんなの？いや、本当にそうだよね。なんかパワー的なのがあんのかな、やっぱ。不安だ。すごい不安だ。あの後、まさかこんなことがとか、よもや本当に現れるとは、などとつぶやく声が聞こえた。こういう事態は完全に想定外だったらしい。なんかマジで本当になんか起こんのこれ。それもそうだ。ホーリのお客さんを集めるための重要なイベントの一つ。それを俺が台無しにしてしまった。ホーンさんいらっしゃい。そう、ゆずソフトやっております。ゆずソフト。今ね、伝説の剣イベントに参加したら剣折っちゃってどうしようってとこ。打ち直すにも伝説系のは打ち直せるのかどうか。まあ、黙っとりゃバレへん。まずい。これは非常にまずい。刀を折ってしまった責任とか取らされてしまうんだろうか。そうなったら損害賠償？
刀の賠償だけでなくイベントまでダメにしたってなるとかなりの高額になるはず。何千万、いや何億とかになる可能性だって。もしかしたらそれ以上も。そんな金払えるわけない。いや言うてそのイベントでさやってることやねんから、もうそのね損害的なのはね、もうそれはしょうがないよ。それはもう村の責任よ。とすると、お兄さん、金は返してもらわなきゃ困るんですよね。まあまあまあ、黒服高 A、額だ B。から払えない？そんなもんは我々には関係ないんですよね。まあそれはそう。それに、こうなったのもご自分のせいでしょ。いやまあそれもそうやけど、いや村のせいだよだっ。たら払ってもらわないことにはね、それが責任ってものでしょう。ですが、内装では触れないのも道理ですね。カイジかな。いやカイジにしては随分優しい。そんなあなたのために、そんなあなたのために職場を紹介いたしましょう。いややっぱりカイジだったかもしれん。地下にちょっとした施設を作る仕事です。そこで働けばなんと金利はチャラ。やっぱり提案やないかい。しかも飯寝床付きで外に出る必要もなく仕事に集中できるんです。とはいえ賭博という娯楽もありますよ。ああ、サイコロが頭に浮かんできました。漠然と浮かんできたんです。123という数字が。さあ行きましょうか。有地正臣さん。あり1なんだ。さあチンチロやるか。うんこダイスでもやる？ペリカは嫌だ。もう逃げてしまおうか。いや、じいちゃんがいるんだからそれは無意味だ。おとなしく沙汰を待つしかないか。4号組になっちゃう。悔しい。あまりに申し訳なくて自然と正座で待ってしまう。はあ、もう怒られるのは仕方ない。せめて早く決めてほしい。静かな部屋の中、俺は静かにじいちゃんが戻ってくるのを待った。そんな時だった。声が聞こえたのは。ふむ、お主が我が輩のご主人か？なんかこのセリフどっかで聞いたことあるな。これに準ずるセリフ。ん？声が聞こえる。でも部屋の中には俺しかいないよな。えまさかナンバーワンのサーバントを決める戦いが今から始まる？こっちだ、こっち。その声が聞こえてきたのは頭上から。トウが入り乱れた俺。あなたが私のマスターか？別芸が始まる。いや、そんな予感がするね。頭上から。おや。おその驚きよ。ちゃんと見えておるし、聞こえておるな。また脳みそに響く声だな。直でぶっ刺さる。見上げた視線の先には少女がいた。足が完全に浮いていて、ふわふわとまるで漂うようにしながら俺を見下ろしている。浮いて、幽霊？違う！我が輩は断じて幽霊などではない。違うんだ。でもお前はなんで浮いて？我が輩の名前は村雨丸の管理者。まあ村雨丸の魂のようなものだな。封印されてたってこと？村雨様、サタホジー、メン吉さん、うわー、メン吉この配信次々人が死んでいくぜ。もしかして刀を折った俺に復讐するのか？だから我が輩は幽霊ではないと言っておるであろう。ファンタスティックキューティスト超可愛いって。オーマイガー。だいたい折れた程度で復讐する必要などない。村雨丸ならばこの程度すぐに元に戻る。すごい。それはすごい。いやでもこんなにぽっきり折れてるのに？
百聞は一見にしかずとも言う。先に証明した方がよかろう。ねえ、あさびさんが折れちゃったのに村雨ちゃん無事なのか心配だよね。メン吉さんとシンパシー感じちゃった。君ら。そういった少女が目を閉じた。すると折れた村雨丸が淡い光を放ちながらゆっくりと持ち上がる。おお、すごい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 。足元から胸元へ、頭を越えて宙に浮いている少女の高さにまで。その光景に気をされた俺は口を開くこともなく無言で少女を見つめた次の瞬間、折れた分だけ養女化しないのか。いいね。破損しても勝手に治るの大々のロンベルクの武器いいね。デザインがいい。デザイン確かにいいよね。この子は完全初見だけど一目惚れしました。メン吉気が多いぜ、メン吉。メン吉さん、この後ちゃんと白い子も出てくるからね。村雨様はいいぞ。いや、確かに可愛かった。目を焼くんじゃないかと思えるほどの眩しい光。真っ白で何も見えない。なのにトゲトゲしい感じはしない。柔らかくてぬくもりを感じるような。それは徐々に収まり、視界が元に戻ってきた。ほれ、この通りだ。おー。まさか本当に？先ほどまで確かに折れていた刀が完全に元に戻っている。見間違いでも何でもない。宙に浮く少女。折れた刀が元に戻る。なんかもう驚きすぎて逆に少し冷静さが戻ってきた。本当に治ってる。これで少しは落ち着いて話を聞く気になったか？言いながらゆっくりと頭上から少女が降りてきた。よっと。はい。あ、ちっちゃいちっちゃい。村雨様すげえちっちゃい。小春ちゃんと同じぐらいじゃないの大きさ。我が輩の名は村雨。この村雨丸の管理者であり、神力を司る者である。この刀って鞘とかないんですかね。いや、冷静すぎるやろ。さすがにあるっちゃあるんじゃない？どっかに保管されてるだけで。神力？よろしく頼むぞ、ご主人。いや、ご主人とか言われても。どうした？盗人を捕らえれば我が子だったような顔をして。言い方よ。そういうセーブとかまだ一回もしてないんだよな。なんかセーブ、どこでもできるよね。セーブ画面だよ。一回セーブしときます。まだ終わらないよ。セーブします。OK。じゃあセーブついでに。ご覧の皆様の中でチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして、高評価もうまだ押せてない方いらっしゃいましたら、高評価ボタンもポチリと一発よろしくお願いします。では引き続きコメントもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。妖刀村雨なるほど。いや、スタータ落ち天才的やな、それは。この刀の鞘に転職します。鞘でええんか？鞘でええんか、メンキシさん。妖刀は草。いや、ほんま。いや、妖刀面白いな。いいな。この事態をどう受け止めればいい、受け入れればいいのか、頭の中が混乱してて。いや、天才おるな。とりあえず、そのご主人ってなんだ？ご主人はご主人だ。村雨丸を抜いたのであろう？おった。抜いたっていうか、おったっていうか。どちらでも構わぬ。ともかく、あの岩から離したのはご主人であろう？まあ、それはそう。そうだ。それは決して誰でもできることではないのだ。そう、結局その資格って何だったんだろうね。使えぬ人間がどれだけ力を込めたところで、村雨丸は小揺るぎもせぬ。じゃあなんかやっぱ揚力的なのがあるってこと？だがご主人はどうだ？そこまで力を込めていたのか？いやいや、込めようとしたってぐらいかな。いや、全然軽く引っ張っただけであっさり折れた。発泡スチロールの薄い板を割るぐらい簡単だった気がする。いや、だいぶスッといったな。それこそが村雨丸を使える人間の証なのだ。
はあ、そう言われてもな。こういう時って大体血とかかな。まあでもなんか多分、でも血だったらね、おじいちゃんとかお母さん、お父さんあたりが抜けるだろうから、なんかあるんだろうな。何が気になるのだご主人。いや、気になることはいっぱいあるけど、何がって。よし、わかった。いや、細かいことはまだ理解してないけど。とにかく俺は選ばれたってことでいいんだな。今はその理解でよかろう。うんうん。じゃあ次の質問。折れた刀が一瞬で元に戻ったのは？村雨丸は神道、法理の土地神様より授かった特別な刀だ。俺、またなんかやっちゃいました？物語の主人公はいつでもなんかやっちゃうね。錆びようが欠けようが折れようが、神力を借りれば万全の状態に戻すことができる。神力。うん。で、それができるのは刀の管理者であるお前ってこと？お前ではない。村雨。自己紹介は2度もしたではないか。いや、でも主人公結構飲み込みが早いな。村雨か。いきなり呼び捨てか、ご主人。いやー、じゃあ村雨ちゃん？それはそれで威厳がないが、まあよかろう。我が輩のご主人であるしな。それでなんだ？そう、自分のことを主人って呼んでくる子に対してはどうしても呼び捨てになっちゃうんじゃないの？さっき言ってた心力を司るとか魂とかの部分をもう少し詳しく聞きたい。詳しく聞きたいんだ。理解する気概があるのはすごいぞ。昨今の解釈のマスターソード。昨今の解釈のマスターソードってどういうことだろう？マスターソードってなんか最近議論を博してる？村雨様。まあ様が一番無難かなって感じはするよね。よいか？村雨丸は神力を宿らせ、揚力に対抗する刀だ。ふんふん。だが、ただの鉄に宿すのは難しい。そこで必要となったのが人の魂だ。お、なんか怖いこと言い出したんだけど。神力を魂に、魂を刀に宿らせ、神道となすのが村雨丸。そしてその魂こそが我が輩なのである。はあ。さようでございますか。ちょっと待って、頭に入ってこない。神力を魂にして、魂を刀にして、で、出来上がったのが、村雨丸なんだね。ってことは、もともと人間かい？神力の塊で R って、ちょっと待って。それだと村雨ちゃんは村雨丸のために人柱になったってことになるぞ。その認識で間違いはない。折れたり疲れ果てたりしても治る。あ、はい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 。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのマスターソードそんなんだったね、確かに。じゃあ元人。あれこれ生贄？でもなんかそんな感じの言い回しだよね。村雨は霊的マトリョーシカ。霊的マトリョーシカ。何その単語、怖いんだけど。じゃあ村雨ちゃんはやっぱり幽霊？こんな可愛い人間がいてたまるが。いや、可愛い人間はいっぱいいたでしょうが。大人気の小春ちゃんがいたじゃないか。幽霊ではない。全然違う。一緒にするな。でも生贄の末にできた子ではあるんだよね、多分。パルスのファルスのルシがパージでここ FF やないか。FF10、12、13、13。どっちだっけ？我が輩は村雨丸の管理者、神の使い、いわば紳士なのだ。神の使いで紳士って言うんだ。幽霊などとそんな根拠のない存在と一緒にするな。かわいい。こんな見事なブーメラン初めて見た。さっきから夢物語的な話しかしてないが、とにかく神様の使いとして魂だけの存在になったんだよな。まあそういう認識で問題ない。うんうん。小春ちゃんに反応した佐藤おじが。困り顔好き？
困り顔って大体可愛いよね。いいよね。ファッキンキュート。可愛すぎる。罪、君ら。それゆえうつしおに干渉ができん。我が輩では使い手にはなれんのだ。ほー、自分自身では無理。そこで必要となるのが村雨丸の使い手、つまり我が輩のご主人だ。その正臣くんがそうなんだね。幽霊怖がるのかわいい。幽霊怖がるのかわいいね。確かに。ちょっと待って、かなり不穏な感じになってきたんだけど、村雨丸の使い手、つまり我が輩のご主人、ご主人が、バックログ画面だよ。使い手にはなれる。使い手になれるのが正臣くんってことでしょ？正臣くんってことでしょ？村雨丸使って何させるつもりなの？つまり俺か。びっくりするほどユートピアで幽霊払ってあげなきゃ。びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピア。正臣、そこ変わってくれ。あ、これもしかして正臣君の上に乗ってる？サタオジが壊れた。村雨丸は選ばれた者だけが使うことができる。この選ばれたものは揚力なのか我が輩も見な？えるようになり、会話もできるようになるというわけだ。一文字違いの主人公頑張れ。あ、正臣か。正文さんだもんね。他の人間に村雨ちゃんの姿は見えないし、声も聞こえないのか？と言っても例外はあるがな。ほー。ついでに言うと、いくらご主人でも我が輩に触れることはできん。触れないんだ。そうなのか？こんなにはっきり見えてるのに。なんかバグったね。いや、めっちゃびっくりするほどユートピアだったよ。触れようとしてもすり抜ける。こんな風にな。お、村雨ちゃんが村雨丸の塚に手を伸ばす。だがその小さな手は何もつかめないどころか本当にすり抜けてしまった。へえ。ご主人も試してみるか？ほれ、どこからかかってきても構わんぞ。自分にしか見えない、声も聞こえない可愛い女の子。当時の夢が詰まってるな。いつでもこの手の夢はあるよね。いや、触れないっていうのはどうなんだ？イエス、ロリータ、ノータッチ。触れないの？いや、触っちゃダメ。触っちゃダメ。そう言って胸を張る村雨ちゃん。いいのか？本当にいいのか？本当に試すぞ。構わぬと言っておる。構わんのか？こんなにはっきり見えてるのにすり抜けるって一体どんな感覚なんだろう。何も感じないのか、それともさっきの光みたいにかすかなぬくもりとか感じるのか。腕を伸ばす俺。そして村雨ちゃんの体を素通りした時に感じたのは、あ、あれ？あれ？なんか詰まった？俺の手のひらからはしっかりとしたぬくもりと感触を伝えてくる。それは決して幻ではない。これは、この感触は硬い。そう、硬いのだ。なんかゴリッとしてて一向にすり抜ける気配がない。皆さんコメント大盛り上がりですね。触れないと思って胸を揉む。いや、ほんまにそんな感じになっちゃったね。何かの奇跡でご主人と触れるようになって、で、一冊薄い本が今書けた。今書き終わった結果がこれだよ。正臣そこ変われ。元が18年。あ、そうか、これもともと、あれか、18歳以上対象のゲームか。集中戦。いや、そう、集中戦ぐらい出るわ。
めっちゃ出ちゃった集中線。やったラッキースケベ硬いわ草。いや、まあ硬いか。やっぱありますよね、そんな展開。まあまあまあ、ある程度予想通りではある。まさか本当に触れるとは。本当に触れちゃった。これってどういう触ってもいいって言うたやないですか。あいたー。うわっでー、突き飛ばされた俺は思いっきり尻餅をついた。あれ、突き飛ばせた。やっぱりすり抜けない。確かにこっちからの干渉じゃなくて向こうからの干渉もしっかり受けるんだね。何が硬いんですかね、それは言えへんな。たった今世界中の花は咲き、小鳥たちは歌い出し、空に虹がかかった。世界平和世界に平和が訪れたよ。もともとは PC の R18 系だったね。あ、やっぱそうなんだ。主人が我が輩の胸を触るからではないか。触れって言うたやないですか。胸？さっきのが胸？初めて女の子の胸に触ってしまった。なんか思ってたのと違う。硬い。何を我が輩と愚弄するか。愚弄いや、しょうがないじゃん、硬かったんだから。触れないって言ってるということは前の使い手は触れなかったっていうことなのかな。でもそういう前の使い手がそもそもいたのかな。あ、いや今のは口が滑って本音がめっちゃ怒ってる。うわ、ごめんなさい、俺が悪かった。ロリコ万歳、ぺったん最高、まあ泣いてイエーイ。謝るふりをして喧嘩を売っておるのだな。表に出ろご主人。まあ服がね硬そうだからね、しょうがないよね。初体験が人外。いやー、人外と言っていいのか。まあまあ元人間ではあるもんね。むしろこれは違うんや。なるほど。だから普通に配信できるのか。ああ、そうそうそう、勝手にこれ実況するの攻めてるなと思ってました。大丈夫大丈夫。これね、全年齢版がSteam で出て、その後スイッチでも発売されてますので、全然攻めてないですよ。大丈夫大丈夫。これは不敬罪。だいたい硬いのは骨だ。ご主人は我が輩の胸の上から骨をゴリゴリしておったのだ。胸の上から骨をゴリゴリ？それは何もないのでは。そうだったのか。触られてしまった。もうイベント立ち絵がスッスッスッって入れ替わるのいいな。すいません、本当にごめんなさい。乙女の胸を触ってしまって申し訳ありませんでした。スイッチはいいぞ。名作ギャルゲがうんと遊べる。あ、でもなんかすごい売ってるよね。スイッチでやろうか迷ったんだけど、これは Steam 版です。でも言い訳させてほしいんだが、話が違う。すり抜けるはずだろ？もちろんだ。だからこそ我が輩も触ってみるかと言ったわけで。まあ。触ってみるかって言われたから触ったんだよ。私は無実です。それに我が輩が突き飛ばせたのもおかしい。そう言って再び村雨丸の塚に手を伸ばすが、やはりスッとすり抜けた。これも村雨丸に選ばれた影響じゃないのか。いや、そんなはずはないのだが。また別の要因で何かが起きてるってこと？ダメだ。胸を揉まれたせいで考えがまとまらん。違う、揉まれたっていう言い方は良くない事故だよあれは。任天堂ショップとスチーム今夜朝ロットなんて欲望に正直な。正直揉んだというほどの感触でもなかったが。ご主人怒られてる。なんだよ、何も言ってないだろ。言ってました。目が言ってました。揉んだというほどの感触でもなかったとか考えてる顔でした。まだ出会って数分じゃないの。すごいな、理解度がすごい。ちょっと待ってな、これか。スイッチ買ったからギャルゲーできるんだ。あ、そうなん？ギャルゲーか。なんか
おすすめを言いたいところだけど、言えるほど知らないんだよな。ナインってギャルゲーいいっすよ。メン吉の旦那勧められてはる。やはりか。そんなに出てた？あ、くそ、はめやがったな。何を騒いでいる？おじいちゃん。おじいちゃんには見えんのかな？じいちゃん。ん？誰かと会話をしていたように思ったが、お前一人か？見えないんだ。うん。あのじいちゃんが真面目な顔で問いかけてくる。ほれ、我が輩の言った通りであろう。なのにどうしてご主人は。ブツブツといろいろ考え始める村雨ちゃん。もう村雨ちゃんなんだ。くだらないドッキリに付き合うとも思えないから、さっきのは本当にイレギュラーなことなのか。正臣。あ、いや、なんでもありません。気にしないでください。それで俺が折ってしまった刀のことなんですが。ああ、そのことか。刀身が。そうだよ、おじいちゃんに刀身直ってんの見られたら、また騒ぎにならない？1月からアニメもやりますね。ああ、じゃあすごい人気作なんだ。ノベルゲーできない残念す。3でも楽しめるギャルゲーあるといいな。ノベル、はい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 。結構あるんじゃないかな。その辺はね、詳しい人がいそう。タイムラインじゃない。配信、コメントのところにいそうです。メンキさんは満足して今夜眠ることになるでしょう。折れていたはずの村雨丸、その切っ先を見てじいちゃんは目を見開いた。これはどうした？いや、なんて説明すればいいか。村の観光、よかった、観光資源が戻ってきてる。そういえばそうだ。刀の精霊が元に戻してくれた。なんてふざけたこと言っても怒らない？それは村雨様のことか。おー。知ってるの？わしは話だけだがな。見える方から話だけは聞いている。見える方はやっぱいるんだ。例外はあると説明をしたはずだぞ。そういえば言ってたな。それでだ。村雨丸の件だが、担い手になった以上、お前には責任を取ってもらうこと。責任？責任？刀身が元に戻ったとはいえ、このままじゃイベントはできない。細工とかすれば再開することは可能だろうけど。お前をうちで預かることはできなくなった。あらま。どうすんの？まさか刑務所？そういう責任ではない。よかった。おじいちゃんちょっと笑ってる。じゃあやっぱり損害賠償？強制労働で近いき？落ち着け。まずは話を聞け。お前に紹介したい方がいる。おや史実さん責任結婚？いや、怖い。急にそんな。はじめまして、有地正臣君。誰だ？僕は友武康春、武見神社の神主です。やばい。これで友武って読むの？一瞬で忘れそう。気軽に安春と呼んでくれていいから、僕も正臣君と呼ばせてもらうよ。安春なら読めそうだな。そう言って挨拶をしてきたのは、先ほどじいちゃんと話をしていた神主姿の男性だった。はい、はじめまして。この度はご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。いや、むしろこちらこそ申し訳ない。正臣君にはこれから迷惑をかけてしまうと思うんだ。何やらされんの？それは俺がしたことですから、できる限りのことはさせていただきます。で、具体的には何をすればいいんでしょう？それなんだけどね、正臣君。謝れる若者。いや、偉いよね。はい。吉野、入ってきなさい。吉野。扉が開き、奥から出てきたのは、あれ？さっきの巫女さん？はじめまして、友武吉野です。はじめまして、有地正臣です。
村雨丸を抜いたっていうのは本当なんですか？はい。吉野様。サタオジのテンションはまだ振り切れていない。あ、うん、抜いたというか、おったんだけど。間違いないんですか？ん？俺ではなく、あさっての方向に問いかける。あ、見えてんだ。他の人には誰もいない場所に見えたかもしれないが、そこには悩み続ける村雨ちゃんがいた。本当なんですか、村雨様？それで巫女姫だっけに選ばれてんのかな。間違いないぞ。目の前のものが我が輩のご主人だ。朝竹さんじゃないんだ。なんだっけなんだっけもういいや。村雨ちゃんが見えるの？村雨ちゃん？まあでも見た目完全に村雨ちゃんなんだよね。メン吉言葉にならない声を残して死んでいった。我が輩のご主人だからな。まあそれぐらいは許したのだ。やっぱり会話してるし見えてるんだよね。吉野はそう我が輩と友竹さん会話できる人間の一人だ。ご主人のように村雨丸に選ばれたわけではないがな。それって巫女さんだから？それなら神主の安春さんも？いや、僕には見えないよ。入り婿だからね。あくまで直系のものじゃないと。直系だと見える。やっぱ違ううんぬんかんぬんなのかい？お父さん、そういうことは言わなくていいです。お父さん。村雨様も。そうは言うがな、我が輩のご主人になった以上は。大丈夫です。私が何とかしますから。平安時代あたりの名前だと朝で友って読む気がする。あ、そうなん？やれやれ。知らんかった。好調じゃのう。何の話ですか？アリツさんには関係のない話ですから気にしないでください。そんなさっぱりと。結構ツンツンやね、吉野さん。突き放すように彼女は冷たくそう言った。でもそういう態度の方が気になるんだけど。とにかくこれが僕の娘吉野だよ。それでこちらが村雨丸を抜いた有地正臣くん。源頼朝ね。はいはいはい、なるほど。そういう、確かに確かに。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。でだ、ここからが本題。村雨丸を抜いてしまった以上、正臣くんをこのまま返すわけにはいかない。そうだ。本当に何させられんの？それは吉野も理解しているね。はい、わかります。ツンとかクーが出れるのがいいんですよね。まあわからんではない。醍醐味だよね。正臣くんも責任を取ってくれるんだよ。怖い。本当に何？ふんぞえさん、確かに。頼朝ね。はい。俺にできることなら。理解が得られて嬉しいよ。じゃあ、村雨丸を抜いた責任として、ちょっとこのゲームの概要を全然知らないんだけど、マジで今からサーバントそういう感じのゲームじゃないよね。その他の村にもこういう伝説の相手がいて、そいつを倒せみたいな。結婚してもらいたい。えどういうこと？結婚って誰とですか？僕の娘と。おやお父さんの娘？そう。結婚ですか？結婚？
いや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 、本人も知らんかったんこれ。本当に責任取るんですね。そうそうそう、本当に責任取るみたいなんだけど、罰どころがご褒美。そうやんね。罰じゃないのかな。主人公には関係ない話とされている。集中戦、いや、集中戦も出るわ。やっぱりそういう責任の取り方、いや、本当、いや、ちょっと本当に驚きなんだけど。てれれれれ、好感度上がってる。これが正しい責任の取り方。いや、吉野さんには私何もしていませんよ。結婚か、教会建てますね。いや、教会か、ここ神社ぞ。本人知らなかったなら無関係扱いだったのなとこ。まあ確かにね。めんきち生き返れ生き返れ。ゲームオーバーしとるやないか。男の権利は半分になるのに義務は2倍になるっていうあの結婚ですか？ひどく偏った結婚観。いやいや、確かに。都の家はそんなに不仲だ。それおじいちゃんも心配になるわ。権利と義務については知らないけど、多分その結婚じゃないかな。お父さん、一体何をどういうことなの？いや、でも急に結婚と言われましても。吉野もついさっき正臣君をこのまま返すわけにはいかないことに理解を示してくれたじゃないか。まあそこまではね。それは確かにそうだけど、でもだからって自分のことになったから急に挙動不審になってるね。必要なことだと思うんだよ。特に今の吉野には。うんどういうこと？意味がわからない。いや、本当に意味がわかんない。親の心こ知らずってやつかな。全然違います。とにかくなんかあんのかな？正臣君、そういうことでよろしくお願いできるかな。ちょっと待って、お父さん。そんな急に？え千年パンか。あ、いいアイキャッチ。かわいいね。チャプター1の2に入りましたね。ちょうどいい具合だし。バックログ画面です。知らない天井まで来たね。直径に刀のご主人の血を入れたかった。どうなんかな。まあその辺の話は、まあ、やってくれるとは思いますが、皆さん、お時間でございます。セーブ画面ですよ。全然もうちょっとやったっていいんだけどね。セーブします。OK。とりあえず今日のところは12時までっていうちょっと宣言してたので、ここまでにしとこうか。ちょっとね、皆さんにご相談があるんですが、ですね、今週ちょっと僕、平日家にいることになっているので、お昼とかにやってもいいかな。今この時間帯しか見れないよっていう人がいたら、ちょっとアーカイブを追ってもらうような形になるかもしれないんですけど、長いゲームだから時間ある時にまとめてやるのもありかなと思って。ありかな勘弁してくれーっていう人いたら、まあ別に夜だけでも全然いいんだけど。佐藤寺、見知らぬ天井。知らない天井だ。アーカイブでおうかもしれぬ。いけたら行きます。いいと思いますよ。ノベルゲーはしゃあない。本当大丈夫？おアーカイブ追ってくれる？嬉しい、ありがとう。そしたらもう、僕の空いてる時間にちまちま進める感じでやらせてもらおうかな。もしね、ツイッター、X の方でも告知はもちろん、今からやりますとか言うので、まあ、お時間ある方、一緒にお付き合いいただければ嬉しいです。じゃあ今日は一旦ここまでにしとこうかな。お邪魔できるときはお邪魔させてください。いえ、こちらこそ、今日はもう本当に初見で来てもらって、最後までお付き合いくださってありがとうございます、脂質さん。そ
そしたら今日のところはこの辺にして、エンディング画面も映っちゃおうかな。はい。では、次回、明日はちょっとお昼ぐらい用事あるかもなので、明日早速昼間できるかは分かりませんが、とりあえずやるときまた、ご連絡はします。確実にやるのは、19日、22時30分。ここはもう絶対にやるところですので、よければそちらご付き合いくだされば幸いです。大体の時間分かってたら数時間前に分かると嬉しいかも。OK、OK。じゃあ、今からやりまーすでやるのはやめときます。朝に今日の昼からやりますとかそういう感じにしようかな。そんな感じで、今日のところは以上です。では、エンディング画面に移らせていただきます。エンディング画面で皆さんのお名前、お呼びしますので、そちらもよければお付き合いください。では、エンディング画面です。はい、皆さん、お付き合いくださいましてありがとうございました。それではお名前読ませていただきます。ごめん、どっからだ？こっからかな。みくみみんせみさん、ありがとうございました。佐藤おじさん、ありがとうございました。あすびさん、ありがとうございました。コンパクさん、ありがとうございました。あとは、まさふみさん、ありがとうございました。めんきちさん言ったっけめんきちさんまだ言ってないか。めんきちさん、ありがとうございました。あとは、ししつさんかな。ししつさん、ありがとうございました。ふんぞえさん、ありがとうございました。はい、皆さん、おつなすでございました。改めて、皆さん、おつなすも言ってくれてるね。みくみみんせみさん、おつなすありがとうございます。まさふみさん、おつなすありがとうございます。さたおじさん、おつなすありがとうございます。ふんぞえさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。おつなすです。しんりゅうさん、おつなすありがとうございました。あすびさん、お疲れ様でした。ノベルゲーは一人では続かないので、配信助かりますね。そう言ってもらえると嬉しい。またよかったら遊びに来てください。おつなすでございました。ししつさん、おつなすです。ありがとう。早速、今日初見で早速おつなすありがとうね。嬉しい。めんきちさん、おつなすでしたん。よろしく、また今度ね、来てね。はい、というわけで、以上となります。皆さんありがとうございました。では皆さんに今夜も縁起の良い夢が見られますように。おやすみなさーい。